東京都の日野市にある高畑不動尊へ向かっています。京王線の高畑不動駅からすぐ参道ですね。あとチャンネル登録をお願いします。運営には皆様の力が必要なんです。高畑不動尊金剛寺は関東三大不動の一つです。この辺は昔ながらの門前町だったのだろうね。商売をやめてしまっている建物も多いけど、川崎大師の前の門前町みたいに昔から営業しているような店は少なそう。土方歳三の写真があるね。ここは土方歳三の菩提寺である淵があるそうです。着きました。相当歴史のある寺で創建は700年頃。看板には国宝って書いてありますが、国宝は一つもないそうです。重要文化財止まり。1779年の大火事で多くの文化財が焼失したそうです。それでも仁王門をはじめ室町時代の建物がいくつか残っています。じいさん、きれいに撮ってね。五重塔は1980年に建立された新しいもの。別に古くて歴史があればいいというものではない。美しければ新しくてもそれでよい。この寺はどこから五重塔を撮影するかの位置取りが大事ですね。なんで寺で神楽流れているんだろう。お経でいいのに。この時期はどこの寺社も菊の作品展示多いですね。一応土方歳三の像はあるけども、家の菩提寺だっただけで、土方歳三自体は函館で戦死しているから特に墓もない。土方歳三を祀っているのは全国にたくさんあるから新選組利権の一つですね。それよりも五重塔を撮影する位置と角度が大事ですね。
真言宗の寺だから弘法大師は必須ですね。大日堂です。成龍がある。立派な庭園だな。大日堂、成龍見られるのかな。成龍拝観しましょう。どうせだからありません。いくらか遠いんだな。時間がないから仲はいいかな。今日は6本取る予定で急いでいる。いい位置に五重塔を建てたよね。よく考えたものだよ。この奥から多摩丘陵自然公園で高畑不動尊四国88カ所霊場巡りになっています。もともとは高畑城があった跡地ですね。時間がないので寄れませんが Google マップでの地点評価は高いですね。高畑不動尊の敷地は昔はもっとかなり広かったようです。紅葉の見頃まではあと少しといったところでしょうか。今年は猛暑のため紅葉が遅れていて、落葉が進んでいる木もあれば紅葉がまだのもあるし、この公園ゾーンはアジサイが咲く時期が一番美しいようです。
周囲は水で囲まれて通れない。いいところでくつろいでいるね。地元の人かな。こんなところかな。いい寺だったね。一部しか回れなかったけど、今度時間がある時にじっくり回りましょう。では本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録といいねをお願いします。さて、駅に戻って次の場所へ移動ですよ。